鶴くんです。2001年宇宙の旅に出てくるスペースステーション5のプラモデルですね。こちらの組み立て動画の第5弾はですね、いよいよ最終的な組み立ての方に入っていくという形になってきます。具体的にはですね、まず前々回で、作ったこちらのフロントリングの方ですね。フロントリングの、電飾部分は作ったので、中央部分ですね。この部分を作っていって、後ろのリアリングの方ですね。こちらとの合体をしていくという形になります。今回はですね、まずはこの中央部分ですね。円筒形の部分への接続ですね。リングと円筒形部分の接続をしていきたいと思っています。少し組んでみたんですが、スポークがですね、結構輪っかで押されるような感じになっています。したがってですね、まず最初に大事なのは、このスポークと中央部分の接続なんですが、輪っかによってスポークがかなり押されるんですね。このスポークの根元の部品は内側から接着するようになってます。この部分を先にですね、ちゃんと接着しておかないと、後々ですね、この圧力によってこれがスポーンって取れてしまうと思うんで、ここの接着だけはですね、かなりがっしりやってこないと、後で後悔することになると思います。なかなかこれもね、ここまで組んでみないとわからないことなんで、ここはマニュアル通りにやった方がいいかなっていう感じですね。次にこの円筒形の内側の部分ですね。スポークとリングと、この円筒形の部分の接続をした後にですね、この部分を忘れずにつけておかないと、このスポークのサイドの部品ですね。このサイドの部品を先につけてしまうと、この内側の外装の部分がはまらなくなってきますんで、これだけは忘れずにですね、本体の内側の部品はスポークをつけたらもう即接着をするというふうにしてください。私は実は先にこの部分を接着してたんですが、はまらなくてだいぶ焦りました。で、幸いなことにこの部分を接着してなかったんで、思いっきり押すことによってこの部品をはめ込むことができたんですが、かなり無理なやり方なので、正直おすすめはしません。したがってこの部品を最後にはめようとか思わないで、この部品については先行してはめた方が安全ですね。あとこのスポークのこの向きなんですが、リングと円筒形の間にはめ込んでいくんですが、これが結構きつくて、この向きですね。この円筒形の向きがですね、はめた段階で、ちゃんと上下左右が決まってくるんですが、この円筒形の角度がずれた状態ではまるんですね。で、その点をよく確認せずに接着をしてしまうと、後々修正が効かなくなるので注意してください。私は接着した後に気がついてしまって、このスポークについてはかなり傾いた状態で接着されています。したがってこの先っちょのピンを全部切り取ってですね、この両サイドの位置だけは、正常な形で取り付けをするようにしています。要は傾きを少しこの両サイドでごまかしているような状態ですね。このスポークの向きというのもよく注意してですね、接着しないと、後で泣きを見るパーツになってきます。そこら辺も十分注意してですね、組んでいった方がいいかと思います。あとスポークの圧が強いので、垂直とか水平に関してはですね、正直調整が効かないと思った方がいいです。もうはめた段階でギュッとされて固定されてしまうので、そのまま接着するしかないなっていう感じになってますね。だからといって変な形で組み上がってしまうかというとそういうわけではないんですが、やはりですね、垂直部分について少し歪んだような気もします。フロントリングの方がなんとか組み立て終わりましたので、いよいよですね、フロントリングとリアリングですね、
前部と後部のリングの方を合体していきたいと思います。合体の際にはですね、こちら中央のブロックですね、前部のリングと後部のリングですね、こちらの方をつけていくような形になります。で、電源の方なんですが、こちら前部側からですね、配線をこの中央を通してお尻の方に持っていくという形で考えています。それでは合体の方をしていきたいと思います。これがですね、若干遊びがあるんですね。この突起がちょうど垂直になるようなイメージでつけていきます。若干ガタつきがあるのもちょっと気にはなるんですけどね。ただここをちゃんと接着しておかないと後々フロントとリアが外れてしまうので、ここはがっしりですねつけていきたいところですね。フロントリングの同じ部分を先につけてしまいましょうか。こっちのカバーもですね、どの向きでもいいというわけじゃなくて、一応マニュアル的にはその取り付け位置みたいなのがあるみたいですね。見事に失敗しました。これの向きを90度横につけてしまいました。これがですね、やっぱ上下関係が結構難しいんですよね。で、フロントリングとリアリングがあって、これがリアリングで、この上にフロントリングが乗ってくるんですが、実はこの中央の本体の部分ですね、これって向きがあるんですよ。これ気づく人あんまりいないと思うんですけど、ドッキングベイの台形を逆さまに見た時に上が小さいんですが、実はこの本体の側面って階段がねついてるんですよ。わかりますかね。でこの階段が右上右下左下、ところがですね、左上には階段がないんですよ。わかりますかね。こういうややこしい向きが実はあるんですよ。でこれが、こちらのリアリング側とフロントリング側にそれぞれあります。両方正面から見たときに左上は階段がないというふうに覚えておけばいいんですが、それを間違えて接着しちゃいました。で、要はこの上にですね、この中央部分が乗ってくるわけですね。この飛び出した輪っかがある方がフロント側のリングになりますね。で、この中央部分には切り欠きが2箇所ほどあって、これがこの傘みたいな部分ですね。ここにも切り欠きがあって合うようになってます。で、この切り欠きに沿ってこちらをつけるような形になってくるんですが、切り欠きに沿った出っ張りがあるんですが、大きかったり小さかったりする出っ張りがあって、切り欠きの方の大きさがほとんど同じで分かんないんですよね。なのでこれはちょっとマニュアルを見ながらやらなきゃいけないんですけど、こっちの切り欠きいずれにしても上下の切り欠きに合わせた時に、こちらのフロントリングの左上の階段のない方ですね、これを上に乗せなきゃダメだよという感じになります。結構ねややこしいんですけど、これ間違えてからってほとんど気づく人いないと思うんですけど、マニュアル通りという意味ではこんな感じになりますね。私ちょっと間違えちゃったんでねそう、左上には階段がない。
階段なし。これをね、正面から見た時に覚えておかないと、えらいことになると。こだわる人はですね、そこら辺は間違えないようにやった方がいいですね。実際じゃあこれ90度違ってたら組み立てられないかっていうと、組み立てられちゃうんですよね。だからやっぱこだわりのある人はそこら辺を十分注意して組み立てないと、かなりしんどいっていうところですかね。ということで、これはちょっと付け直しになります。それじゃあ接着します。いやー、これね、気使うわ。むちゃくちゃ気使いますよ。垂直になってるかどうかがすごく分かりづらいですよね。これ接着剤はね、多めにべったりといきたいとこですね。もうやり直し効かなくいいんだけど、しょうがないね。まだこの段階では角度が調整できるので、焦らずにグッと押して、もういいや諦め。今回はスペースステーションの組み立ての方がほぼ終わりました。で、あとはちっちゃいオリオン号とかですね、そういったものが残ってるんで、少しドッキングベイの入り口あたりに配置してですね、最終的な仕上げをしていきたいと思っています。電飾の方も含めて、鉄骨部分の組み立てとかですね、かなり組み立てるのに苦労したんですが、なかなかですね、こう集中して、作っていけたということで、とても楽しいキットではありました。もちろん思い入れとかもありますしね、そういう意味ではですね、諦めずにですね、最後までなんとか組めたといったところですかね。メビウスさんのプラモデルの方もですね、今回のこのステーションの方でほぼ終わりかなと思いますんで、なんかまた新しいシリーズでですね、出してくれてもいいかなという気はします。それでは今回の動画は以上となりますので、また次回の動画でお会いいたしましょう。